こんにちは、とみっちです。今日は7月下旬、仕事が終わったので、これから久しぶりに車中泊します。今回は2つ大きな検証があります。まず1つ目が、先日、鉛バッテリーをついにリン酸鉄のリチウムイオンバッテリーに DIY 交換したので、車内の家電が問題なく使えるか確かめます。2つ目は、Amazon で人気ランキング1位のスポットクーラーを買いました。スポットクーラーは冷えないとかうるさいとかいろいろと問題があると言われますが、果たしてどんなものなのか確かめたいと思います。埼玉県の夏は夜もかなり暑いので、いい検証ができると思います。今回は埼玉県上川町の神奈の湯の駐車場で車中泊します。もう少しで神奈の湯に到着します。ここにはもう何度も来てるんですが、今日も狭い道に入ってしまいました。入っていくところの道路をちゃんと調べないと道が狭いので、特にキャンピングカーは要注意です。まもなく左方向です。その先、右方向です。右方向です。神奈の湯の受付と共通でした。今回電源付きの駐車場をお借りしてます。これ僕が数字を振ったんですけど、1から8のこのエリアが電源付きサイトとなります。トイレは2箇所ですね。駐車場全部夜は真っ暗になります。キャンプ場側は野生動物もいるようなので、神奈の湯の入り口前のトイレの方が安心かもしれません。このディスプレイオーディオつけて本当に良かったです。こっちのナビ、結構道が古いんですよね。軌道もまずまずのスピードですね。スーパーに夕飯とお酒を買いに行きます。久しぶりの車中泊でワクワクしますね。ありました、フジマート。まもなく上川町役場入り口を右方向です。その先、目的地周辺です。普段乗っているもう一台の車はダイハツのムーブキャンバスですが、ディスプレイオーディオで全く操作が一緒です。ドライブレコーダーはこのままタイムラプスモードに入ります。
いろいろ買ってきました。こんな感じでいいでしょう。そしたら2番ですね。2番はここかな。あ、ここか。20アンペアですね。さあ、ちょっと暑いので一旦窓を開けてベンチレーター回します。去年は自作の網戸使ってたんですが壊れてしまったので、ついに既製品を買って取り付けちゃいました。やっぱり僕が作ったのとは全然作りが違っていいですね。外れちゃうこともありません。こっち側もつけてあります。じゃあこれでベンチレーター回しましょう。今外部電源つないではいるんですけど、今回新たに設置したリチウムイオンバッテリーで賄ってます。結構冷蔵庫が消費電力多いですね。50ワットぐらい使ってそうです。さあ、もうあとお風呂の最終入館受付まで30分ほどしかないので、先にちょっと夕飯食べちゃいます。半額で買った上海焼きそば、これをいただいてからお風呂に入りに行ってきます。500ワット2分。じゃあインバーターをスイッチを入れて2分。ついにサブバッテリーをリチウムイオン化したので、電子レンジそのまま使えます。インバーターは2000ワットです。毎回ポタ電をセッティングするのがめんどくさかったんですけど、もう座席の中に備え付けなので楽ですね。今電子レンジインバーター970ワット使用してます。サブバッテリーはちょっと容量少なめで、現在100アンペアアワーのリチウムイオンバッテリーが1台となってます。よいしょ。こんな感じになってます。これ自分で頑張って鉛バッテリーからリチウムイオンバッテリーに DIY で交換しました。インバーターの音結構するかなと思ったんですけど、このベンチシートの中にあるので全然音気にならなかったですね。さあ、できました。熱々です。いや、うまそう。いや、やってしまいました。久しぶりの車中泊でお箸がないことに気づいていませんでした。割り箸が切れちゃってました。仕方ない。菜箸でいただきます。ようやく一息つける。さあ、もうあまり時間もないのでいただきます。まさか菜箸で食べることになるとは。ごちそうさまでした。美味しかった。菜箸で全部食べました。あんまりゆっくりしてる時間はないので、もうとっとと入ってこようと思います。よし、行こう。電子レンジも使って 5% ほど消費しました。
さっぱりしました。いや、いいお風呂でした。さっぱりしました。髪の毛が長くなっちゃってスネイプ先生みたいですね。そろそろ切らないと。これからお酒を飲もうと思うんですが、今日は餃子を焼きます。でも室内の温度今28度ぐらいあるので、火は使わずに IH コンロで調理しようと思います。フライパンとまた取って持ってくの忘れちゃった。まあなんとかなるでしょう。大阪王将。じゃあ中火で5分みたいなのでスイッチ入れよう。加熱スタート。インバーターからはだいたい800ワットぐらいですね。変換ロスがあるので多分今900ワットぐらい使ってます。いや、鉛バッテリーの時から比べたら調理家電が使えるって超絶進化しました。嬉しいな。換気扇入れよう。なかなか焼き上がらなくて長時間使ってたせいかヒーターエラーになっちゃいました。高温のエラーみたいですね。一旦ストップします。あともうちょっとだけ加熱が必要そうなのでちょっとカセットボンベで調理します。さあこれで火で一気に焼いちゃいます。全然吸わないと思ったんですけど、意外とこの換気扇吸ってますね。焼き上がりです。いやー、完全にやりすぎちゃいました。焦げてしまった。ちょっとこの餃子モザイクかけるかもしれないです。映えからは遠すぎる。食べましょう。棚の奥底に割り箸1個だけありました。いただきます。うまい。めっちゃ冷えてる。食べましょう。めっちゃ焦げてる味。食べられないことはない。餃子のタレをもうここに全部かけちゃおう。タレかけたらうまっ。焦げててもうまい。最高だな。いや、今週も仕事が忙しかったんですけど良い週末を迎えられました。
多分この餃子 IH でもうほぼほぼ仕上がってたんだろうな。ガスコンロでもっと加熱したのが余計だったかもしれない。こういう失敗も大事です。さあ料理が終わって300アンペアアワーまでは拡張するスペースがあるので、今後必要があれば拡張したいですね。液晶のシール剥がしちゃいます。こっちもついてるはず。ついに剥がす日が来ましたね。そして25度台になったんですけど 85%、 ちょっと涼しいとは言えないです。室内でいろいろやったんでちょっとうっすら汗かいてきちゃいました。なので今回は新兵器投入します。これです。じゃーん。マルチルームに隠してたんですがスポットクーラー持ってきました。タンスの弦のスポットクーラーですね。 Amazon プライムセールの時で28,000円ぐらいで買いました。ホワイトとこのファブリックカラーがあって、このファブリックかなりいいなと思って買っちゃったんですよね。とはいえスポットクーラーあまり良くない評判も聞きますが、果たして冷えるんでしょうか。今日検証してみます。裏側にちょっと見づらいんですけど、一応ドレン水出ないタイプ、機械の中で極力蒸発させるらしいんですけど、ドレン水は本体の一番下キャップがついてて、そこから排出するか、ここにホースをつないで排出することができます。一旦ここホースつないでみます。続いてこれ吸気は室内から取り込むタイプなんですけど、排気は外に出さないといけません。排気ダクト、これはこのスポットクーラーについていた商品ですが、窓枠にはめるパネルを100均で買ったこのプラスチック段ボール、これにぴったり合うように自分でカットしました。これがこのようにぴったりはまります。しっかりついてるんで取れないですね。窓枠にはめます。お、虫がびっしりついてますね。ではここにこんな感じではめます。そしたらこれ付属のダクトなんですけど、これを引き伸ばしてここにはめます。で回すとはまります。届くかな。とりあえずなんとか設置できました。マルチルームの中に置くとどうやってもホースが届かなかったのでこの位置にしてます。いやしかしここだとかなり狭いですね。とりあえず一旦これで涼もうと思います。サーキュレーターを止めて、これ裏側ホースはマルチルームの方に伸びてます。そして排気ダクト、このまま窓の方に伸びていってます。ここうまくはめられました。ちょっと湿度が高すぎて一刻も早く涼みたいのでスイッチを入れようと思います。スイッチここですね。そしてモードをドライに、これがドライみたいですね。これで涼しい。いや相当涼しいですね。電源は外部電源につないでます。ここは埼玉県 50Hz ですが 650W ぐらいですね。説明書に記載になった通りです。気になる音のボリュームですが、結構音はしてますね。冷蔵庫が頑張ってるような音と、コンプレッサーが動いてる音なのか、あとはこっちのファンの音ですね。今これドライなんですけど、ドライはファンを強くすることはできないようです。これ弱ですね。ボリューム測ってみましょうか。この辺で風に当たると65デシベルぐらいありますね。
結構大きな音がしてます。1メートルぐらい離れると60デシベルちょっとっていう感じですかね。今湿度は 84% です。クーラーの前にいると寒いぐらいです。今ドライなんで風量は弱いんですけどね、めちゃめちゃ寒いです。これもっと風量弱くなればいいんですけどね。あとはインバーターとかで静かな運転になってくると嬉しいんですけど。あとここ排気ダクトですね。で排気ダクトの上と下に吸気ダクトがついてます。吸気フィルターですかね。この排気ダクトめちゃめちゃ暑いんですよね。断熱材で巻いた方がいいですね。そうこう喋ってる間に湿度も 14% 下がりました。いやー、これなんとかダクト伸ばしてマルチルームの中に配置できたら最高なんですけどね。この位置にあると下で寝るのは厳しそうです。これリモコンついてるんですよね。ちょっと冷房に切り替えてみます。ちゃんと反応しますね。今冷房で27度にしました。設定温度になると送風だけになりますね。なるほど、この時は100ワットまで落ちてますね。風量は弱くならないですけど、設定温度になるとコンプレッサーは止まりますね。なるほど。いや、しっかりホース刺してたつもりだったんですけど、どこからかドレン水漏れてましたね。いや、こっちに乗せてたら下バッテリーがあったんで危なかったですね。今床がちょっと濡れてたんで拭きました。下が濡れても大丈夫なところに設置した方がいいですね。結局スポットクーラー止めたら湿度が上がって温度も上がっちゃいました。ちょっと暑いですね。でも今夜はこれで我慢して寝ようと思います。下にスポットクーラーを置いて、それでバンクベッドで眠るのがいいかもしれないですね。ちょっと今度は暑い夜はそれでチャレンジしようかなと思います。歯磨き終わりました。凝固剤で固まってます。トイレに行こう。これスライドドアピーピーいっちゃうのでスイッチ消しておきます。自分でつけたんですけどやってよかったです。トイレありました。暗い。雰囲気ありますね。というわけでようやく寝る準備できました。結局湿度戻っちゃいましたね。 84% あります。26度近くあってちょっと蒸し暑いかなっていう感じがします。今もう閉まっちゃったんですけど、やっぱりスポットクーラー使ってた方が快適ですね。なんとか排気ダクトを延長してこのマルチルームの中に置いて動くようにしたいなと思います。そうすれば夏に家族3人で車中泊もできるんじゃないかなっていう気がしますね。今は
インバーターオンにはしてるんですけど、使っているのはApple Watchの充電だけです。あと車内の 12V 家電、今照明や冷蔵庫は今回新しく取り付けているリタイムのリチウムイオンバッテリーを使って給電してます。やっぱりちょっと冷蔵庫強めに入れると、ちょっと一瞬インバーターも消しましょう。今夏なんで中で冷蔵庫稼働してるんですけど、40W 以上使ってたんですね。このバッテリーモニターのおかげで電力の見える化に成功してます。リチウムイオンバッテリーに交換できて本当に良かったです。このバッテリーモニターとインバーターのリモコンを自分でつけました。ちょっと出来は悪いんですけど、木の土台をつけて、あと100均の配線隠しでシート下のベンチシートの下まで配線伸ばしてます。ちょっと前まではバッテリーの残量ここでしか分からなかったので、あくまでも目安でしかなかったんですけど、今は消費電力だったり残量が分かるのでかなり便利になりました。今 100Ah なんですけど、今後様子を見て300まで拡張しようかなと思ってます。外部充電はこのコンセントにつながってて、ここからタップを使って GoPro の充電とサーキュレーター稼働させています。ちょっと蒸し暑いですが、なんとか寝れそうです。キャンピングカーやることどんどん出てきて、楽しいやら大変やら、なんか面白い感情です。これずっと追求することのできる趣味ですね。じゃあ電気を消します。だいぶ夜遅くなってしまったので、もう寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。いやー、暑くて目が覚めちゃいました。もう今室内31度もありますね。もう30度超えて室内で過ごすのが辛くなってきました。早速スポットクーラーの準備をしようと思います。一晩使って 52%、 半分ぐらい減りました。よし、早く涼まないと。さあ、もたもたしたら今の温度がもう32度を超えてきました。涼しい。温度計はこの辺、直接風が当たらない位置に置いてテストしてみます。ここちょっと隙間が空いてるんで、これもう少し工夫が必要そうですね。これ排気ダクト外から見たところです。外にいる分には音量は気にならないですね。かなり熱い風がどんどん出てます。こんな看板あったのか。自販で冷たいコーヒー買ってきました。これで牛乳を入れてアイスカフェラテにして飲みます。いや、スポットクーラーの前、めちゃめちゃ涼しいです。温度は 29.5 度ですが、風が当たってるんで数字以上の涼しさがありますね。サーキュレーターも併用してます。いただきます。冷たくて美味しいです。。
よいしょ。ロゴが可愛いじゃないですか。めちゃめちゃうまそうです。あ、30度になっちゃった。ではでは、いただきます。うまい。スポットクーラーの前、だいぶ涼しいんですが、立ち上がるとこの上の空間めっちゃ暑いですね。太陽の熱でどんどん温められてるのが分かります。これダクトに関しては今一時的にこれかぶせたらだいぶ熱上がってこなくなりましたね。カメラ持ったままむずいな。よいしょ。うわ、楽しい。というわけで今回は鉛バッテリーをリチウムイオンバッテリーに DIY 交換して初めて車中泊しました。冷蔵庫などの車内家電がガンガン使えて快適でしたね。今7月の中旬ですが、暑さはスポットクーラーでなんとかしのぎました。思いのほかスポットクーラーは効果があることを実感できました。自分で実際に使ってみないとわからないものですね。とはいえ設置場所や断熱対策などまだ課題はある感じです。そのあたりも今後対策していこうと思います。設定温度になれば消費電力を抑えられているんですけど、通常は 650W 前後使っているので、ちょっとサブバッテリーで使うには厳しいかもしれないですね。ただキャンプ場や RV パークなど外部電源があるところならガンガン使えます。工夫しながら夏の車中泊楽しみたいと思います。また近いうちにスポットクーラーなどの動画を出すと思います。また見てもらえたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。